その最大の理由は、侵略戦争の最中に日本軍が戦地に慰安婦制度を作り、慰安婦集めをしたことにあります。では、どんな女性が慰安婦にされたのでしょうか。出身地別に次の3つのタイプがあります。まず、日本人慰安婦の場合、多くは交渉制度下の女性でした。それは日本から集める場合、国際法の規制のため、21歳以上で売春の前歴のある女性に限られ、警察もそのように制限したからなのです。軍と警察の協力のもと、表向きは業者を立てて慰安婦集めをしました。ただし、未成年の女性や騙されたケースもありました。貧しい女性たちが犠牲になりました。つまり、ジェンダー差別や階級差別が作用したと言えます。次に、台湾や朝鮮、つまり植民地には先ほどの国際法を適用しませんでした。明らかな民族差別です。その上で最も多いのは、いい仕事がある、工場で稼げるなどと日本軍の下請け業者などに騙され、遠く戦場の慰安所に連れて行かれたケースです。こうした詐欺的な拉致や人身売買はもちろん、暴力的な連行もあったし、交渉制度出身者もいました。慰安婦集めには台湾総督府や朝鮮総督府も関与していたのです。植民地政策のもと、農村が貧しくなり、ほとんどの女性たちは教育が受けられず、甘い言葉に騙されやすい状況にありました。また、日本軍は性病のない女性を求めました。そのため、未成年で性経験のない農村部の貧しい女性たちが狙われたのです。つまり、植民地での慰安婦集めには、まず民族差別があり、さらにジェンダー差別、階級差別が作用したと言えます。最後に、中国やフィリピンなど占領地では、日本軍が前面に出て、住民女性たちを拉致や暴力で連行しました。地元の有力者に割り当て、強制的に慰安婦集めをするなど、軍の暴力性が目立ちました。詐欺での連行や中国やインドネシアから海外の慰安所に送られたりしました。多くは貧しい女性たちでした。占領地での慰安婦集めにも民族差別、ジェンダー差別、階級差別が作用しました。たくさんあります。公文書はもちろんのこと、サバイバーや元日本軍兵士たちの証言は数えきれないほどあります。ファイト・フォー・ジャスティスのホームページにたくさん載せてありますので、ぜひぜひご覧ください。